こんにちは、伊藤です。今年はルボコップの2021年の活動をステーブル&ビヨンドというタイトルで、発表します。よろしくお願いします。インターネットではトコイックというアカウントで主に活動しています。で OSS だと主にルボコップの方の活動をしていて、ルボコップレイルズ、ルボコップパフォーマンス、ルボコップミニテストというところのヘッドメンテナーの方をやってます。で、日中はエアシステムマネジメントという会社でエンジニアリングマネージャーの方を行っています。で、ロボコップの方なんですが、今だと、コアメンバーが世界に一応9人いるところで、著者のボジダルがヨーロッパのブルガリアにいて、私は日本の方で開発しているような感じですね。で、ロボコップの方の活動ですけど、私大体、ロボコップのオルグのところ、ロボコップ HQ というんですが、そちらの方で大体何かしら毎日メンテナンスしているというところになります。で、毎日続けてたおかげで、今年、一応 GitHub 上でのランキングというのが1位になりました。で、こちらの方の活動の方、GitHub スポンサーズの方で、皆さんの方、いろいろ支援していただきありがとうございます。こちらの方も引き続き応募しておりますので、よろしくお願いします。で、日中、お仕事しているエアシステムマネジメントの方は、Ruby、Rails の方の受託開発をメインにしているものです。で、今年はプレミアムスポンサーという形で、スポンサードをさせていただいてます。また、スピーカーの方が私以外、今泉というメンバーが3日目の方で Dive into Encoding という発表をしますので、そちらの方もよろしければご視聴ください。で、ロボコップですが、使われている方も結構いらっしゃるかもしれないのですが、こちら Ruby の静的解説ツールというものになります。で、ダウンロード数が、10億7500万の方を突破していて、最近リリースされた 1.19 の方のリリースのダウンロード数が、現時点だと5万3000。リリースしたばかりなんでまだ数少ないんですけれども、ちょっとこの辺でちょっと気になったのが、じゃあ、ルボコップ 1.0 というところを、去年ぐらい目指してたんですけど、その 1.0 の前のリリースの数ってどれぐらいあるんだろうと思ったら、結構な数あって、で、最近のそのリリースと、ロボコップ 1.0 前後のリリースのやつで比較したら、ロボコップ 1.0 の直前のやつが圧倒的に数字を多いというところが分かったと。で、これはちょっと1.0 の方、もうちょっと進むようなところのメリットとかをお伝えできるといいかなと思って持ってきたのが今回です。で、その 1.0 でどうステーブルというところと、それ以降のところですね。今後の展望みたいなところを今回話せるといいかなと思っております。というところで、まずはステーブルの方を話します。で、今回パート主に4つ分けてきたのですが、その1つ目、ルボコップ 1.10 をリリースした後の世界みたいなところを最初に話します。で、ルボコップ 1.0 の一つの特徴としては、インターフェース互換を持つというところ、破壊的変更を入れないというところがあります。ルボコップ 1.0 以前のところですと、新しいルールが突然追加されたりですとか、コップのネーム変わったりだとかいうところで、ちょっと問題が起きるときとかあったんですけれども、その辺のところの互換というところは 1.0 の方以降は保つような形にしています。新しいコップが入ったときとかいうところも、いきなり有効になるのではなく、まずペンディングというステータスから始まるっていうところが一個の特徴になります。で、それによって何を目指したかと言いますと、アップグレード時の痛みみたいなところを減らすっていうところが一つの目的としてあります。新しいルールっていうところが、まず自分のプロジェクトにとって合うかどうかっていうところわからないところでいきなり適用されるというのがデフォルトの振る舞いだったんですが、ちょっとその辺をまずはペンディングでユーザーに対して選択をできるようにするですとか、あとは新しいコップって往々にしてちょっとバグとかちょっと入ってたりとかいうところがあったりするので、そのあたりのアーリーアダプターになれるかどうかっていうところっていうのも自分で選択できるみたいなところが1個あります。1系の特徴としてはマイナーバージョンで新しく入る新しいコップに対して、ユーザーが自分でそれを有効にするか無効にするかということを選んでいくことになります。リードミに記されている保守的なルボコップのアップグレードの方法、バージョン指定を緩やかにするような場合ですね、のところも、0系のところだとパッチバージョンまで指定というところだったんですけれども、1系のところではマイナーバージョンまでの指定みたいなところで、1系の間はアップグレードし続けても、その辺の互換性で壊れることはないよというような記載の方に変わっております。で、実際にそのルボコップの方を実行すると、
最初に、警告が出るのを見るときはこんなような感じに見るかなと思ってます。というところで、ここは何を示しているかというと、デフォルトで有効になってないコップを、有効にするか無効にするかっていうところを、導入された新しいコップのなんかロボコップのバージョンともに記されているというところで、ここのところをコピペしてデフォルトで使えるようにはなっていて、有効にするであれば enable true、そうでなければ enable false みたいな形で、自分の .robocop やめる方に指定して使っていくような形になります。また一個一個のコップではなく、まとめて新しいコップを有効にする無効にするみたいなところもニューコップスっていう属性がありますので、それを .robocop やめるの方に指定することで、バージョンアップするときの新しく追加されたコップの振る舞いをどうするかというところを指定することもできます。で、そもそもアップグレードするとどんな特典があるかみたいなところをここで話したいと思います。一つ目は、新しいちゃんと互換性のある機能が追加されるというところ。で、あと、ルボコップがその Ruby の新しいシンタックスの方に対応したコップを適用できるというところ。で、パフォーマンスチューニングみたいなところも行ってますので、パフォーマンスの向上ですとか、あとは最後、バグフィックスっていうところです。で、新しい機能、例えばどんなのがあるかっていうところだと、例えば、ロボコップオートコレクトを便利で使うみたいな人いると思うんですけど、例えばオートコレクションであれば、1.0 以降、14以上のコップのところを新しく追加しました。で、その結果、例えば、コードのセマンティクスとかその辺とか変えずに変更、オートコレクトできるレイアウトに関しては、ほぼ大体全部の、コップがオートコレクトできるようになりました。で、その辺のところとかなんですけど、自分がオートコレクトそのコップが備えてるかどうかみたいな開発の時にやってるのが、ロボコップのリポジションのところで、bin コンソールってあるんですけど、中 IRB が動くんですけれども、そこで、ロボコップの内部API のロボコップレジストリグローバルやるとコップの一覧が取れて、で、例えばレイアウトデパートメントのコップの中で、オートコレクトをサポートしてるかどうかみたいなところを一覧で取ってきて、調べて対応したりとかしてたんですけども、そのあたり大体対応したというところです。大体っていうところがですね、一個残ってるのが、その末尾改良をWindows とか Linux でそれぞれどういう改良でありたいか、キャリッジリターン、ラインフィード、どうするみたいなところのコップがあるんですけれども、ちょっとそのあたりがちょっと対応できてないというところで、なぜかというと私が Windows 持ってないからっていうところで、もしも Windows 持ってて動作検証までやった上でプルリクエスト出せそうみたいな人がいれば、ぜひチャレンジしてみてください。で、オートコレクションの話をした流れで、ロボコップ 1.0 以降では、オートコレクションのところで安全と安全でないみたいなところっていうところが考え方としてはあります。安全というのは何かというと、オートコレクションしてもコードの意味合いを変えないというもの、例えば今挙げたレイアウト部署なんかはその例になります。で、一方で安全でないっていうところっていうのはどういうものになるかというと、例えばオートコレクトした結果振る舞いが変わって戻り値が変わってしまうようなものにメソッドに変えてしまうとか、そういうようなところというところは安全なものではないっていう風です。で、もう一個種類挙げるとすると、そもそもオートコレクションできないというものも中にはあります。例えば変数名ですとか、ソースコードのコメントとかそもそもどうするのとか、そういったところで自動的に決められないものというものはどうしてもあるので、そういったものはオートコレクションは今後もサポートされないコップというものとして存在します。で、インターネットの情報とか、その書籍とかで、ちょっと、情報が少し古いやつとかですと、その辺の安全な修正みたいな概念がまだない頃のものだったりして、新しく追加された large A というオプションがあります。で、これ FAQ なんで一応書いてるのですが、安全な自動修正だけがまずはデフォルトで振る舞うものになります。で、もしかすると、振る舞いを変えてしまうかもしれないようなオプションというところであれば、新しく追加されている large A の方を使ってください。例えば、フローズンストリングリテラルコメントを入れると、ちょっと、振る舞いとか変わる可能性があるのですが、その辺のところも込みで、一括で自動修正直したいみたいな時は、large A の方を使ってください。そのように、使い分けをするようになっているのが、今のオートコレクションのオプションの使い方になります。また新しい Ruby の構文に対応するというところで言うと、Robocop をアップグレードする必要があります。で、このあたりに挙げているような構文っていうのは比較的新しい Ruby の構文かなと思うんですけど、一個そのパーサージェムという Robocop が内部的に使っているライブラリがあるんですけど、その Ruby の構文をパースするライブラリのところで、Ruby の
2.7 と 3.0 で、インを使ったワンラインパターンマッチングのところ、ちょっと意味が変わって、この辺構文も変わってるので、パーサージムを使う AST プログラマーの皆さん、一個ご注意ください。次にパフォーマンスなんですが、もともとロボコップはパラデルジェムを内部で使ったパラデルオプションというところで、高速化できるようなものがあるんですが、ちょっとそれデフォルトでなくて若干隠しオプションっぽくなっていたので、なんかそのあたりもったいないなと思って、そのあたりをデフォルトにしました。ちょっと Windows と JRuby のところは、Windows はそもそもフォークどうも対応してないっぽいとか、あと JRuby だとちょっとメモリのエラーが起きるみたいなところ取ってあったようなので、ちょっとそのあたりは外しているのですが、基本的にはデフォルトでそれを振る舞うというようなところです。で、これが1万番です。もうかなり狙って、取った番号ですね。なんか夜3時ぐらいになんか寝ようかな思ったら9995番が出てて、これ起きて1万なくなったらちょっと悲しいので、手元にあった5つぐらいのパッチを一気に連続してブラウザータブで投げていったっていうやつの1万番ですが、その1万番のところで、なんですかね、パラデルジェムのところ使うパラデルのところが、ハイフンパラデル指定なしで動くようになったと。で、これ書かなくて、じゃあどれぐらい速くなるみたいなところで言うと、私の、開発の PC で、なんていうんですかね、16並列できるんですけれども、で、だいたい1300ファイルのところを対象にすると、61秒から10秒で約6倍ぐらい速くなるというところですね。で、このあたりはもうマシンのスペック、コアの数ですとか、あとは検査対象のところのファイルの数っていうところ、検査対象のファイルをコアにそれぞれ割り当てていくので、そこら辺のところが数が多ければでスペックも高ければそれだけ効果的になるというところですね。というところとパフォーマンスチューニングというところで言うと、顕著に遅いコップっていうところをメモリプロファイラーとかスタックプロフとか使って、チューニングとかいうところも一部されていったりとかしてます。で、あとバグフィックスですね。ロボコップのところが、ちょっと Ruby がやっぱり静的な片付けとかないところというところがやっぱり1個あって、そこのところで、フォルスポジティブとフォルスネガティブっていうところが、結構、ちょい出てくるところで、そのあたりのバグフィックスとかいうところを結構直したりとかしました。また、オートコレクトのところで、そもそもバグで期待してないような振る舞いになってるみたいなところも直していって、オートコレクト必ずしもそれ自動修正されたから正しいコードというわけでもないんで、なんかおかしいなと思ったら、一回ちょっと立ち止まって、もう一回レビューしてみてください。で、これバグだなと思ったら、ぜひ一周の方送ってください。で、例えばそれのサンプルですと、一個あるのが、ちょっとこれはっていうところが、アンドリターンっていうところと、例えば Rails だとリダイレクトなんとかパスアンドリターンとか書いてあると思うんですけど、あれがアンドにしろみたいなところがあって、これ明らかにやっぱりおかしくて、あとはもう破壊的に演算値というかそこの優先順位が変わってしまうので、ちょっとなんかバグだろうというところでデフォルトでは許可するように直しましたというところで、こういったバグをちょいちょい直してもいるので、ぜひアップグレードの方やっていってくださいというところで、こちらの方アップグレードのメリットの方まず書いてみました。でですね、ロボコップっていうのが静的解析ツールなので、実行時情報っていうのを使ったコードを書けないっていうところが一個制約としてあって、そのあたりに対してのちょっと設計とかの考え方とかをちょっと次のところでちょっと話したいと思いますというところはパート2です。で、ロボコップのところで、まずロボコップが Ruby の静的解析ツールというところで、Ruby がまず静的な片付けが持ってない。で、RBS とか使えれば、型情報みたいなところ取れると思うんですけれども、もしかすると、ただ今のところ、ロボコップ自体が RBS のサポートみたいなところはやってないので、ちょっとその辺も使えないっていうところ。で、さっきちょっと話に挙げた、自動修正を安全でなくするとか、そもそも検知を安全でなくするとかあって、とりわけ検知を安全でなくするとかってやれば、簡単になんかその辺とかできるでしょみたいなところあるかもしれないんですけど、安全でないとか何でもかんでもマークしちゃうと安全なコップなくなってしまって、ちょっと収集つかなくなってしまうというところで、なるべくちゃんと実装を安全な形にするみたいなところが重要かなというところが一個ありますと。で、このあたり、どういった設計みたいなところっていうところ、ちょっと実例ありで話してみたいなと思っていて、で、ロボコップミニテストというものがサードパーティーの、コップがあるのですが、それをちょっと Rails に実際適用してみてどうなったみたいなところのちょっとコップの紹介をちょっとしたいなと思ってます。で、そのコップというところが、アンリーチャブルアサーションというもので、バッドケースとグッドケースのところに比べると、バッドケースのところでアサーションレイズの中で、アサートイコールやってるんですけど、アサートレイズって中で例外が起きたと
ころを拾うやつなんですね。で、なんでこのアサートイコールの前で例外起きてるはずで、絶対このアサートイコールって実行されないんですよっていうやつを検出するもの。で、ここで何が難しいかというと、実行情報を取れないので、どこでその例外が起きるみたいなところがちょっとわからないというところがありますというところをどう設計しているかという話なんですね。で、例えばこのコードであれば、中で特にアサーション使ってないので、グッドケースでしょうというところ。で、これはもう true ネガティブ、見つかるべきではない。で、これは、true ポジティブも見つかるべきですね。一番最後に評価されたメソッドがアサートイコールで、その前に例外がこれ起きてテスト通ってるはずなんで、これ絶対にこのアサーションは、なんか実行されてないというところですね。期待した形でというところです。で、ちょっと悩ましかったところが、この、アサートイコールの方をブロックの先の方に行う場合ですね。この場合、実際にこのオブジェクト風の呼び出しのところで例外が起きてなければ正しいコードなのですが、ここでもしも例外が起きてたら、ちょっと誤検知っていう形になるんですね。ちょっとスライドトゥルーとフォルツ、ちょっと逆に書いてしまってたので、後でちょっと直しておくのですが、ちょっとこういった場合、ちょっと例外が起きるかどうか静的解析でわからないようなケースみたいなところは、ちょっと保守的なデザインとして、これは検知しないというふうにしました。とりわけこのコップの特徴としてテストコードを対象にしているもので、テストコードを守るテストコードというところはないので、特にそういった誤検知というところには、ちょっとなるべく起きないような形というところを優先して設計したというものになりますと。で、こういったコップとか作った時に、もういきなりできて、プルリクエストを投げるとかじゃなくて、実際のリアルワールドのコードで一回動かすというところがあります。で、このロボコップミニテストのこのコップに関しては、レイズレイルポジションのところで実行して、誤検知とかそういったところとかいうところも、なんか実際最初に動きあったんですが、その辺のところを直しつつ、パッチを送ったというところですね。で、実際、プルリクエストのところでも、見つかったのが何件かあって、そもそもそのアサートイコールの使い方、呼び出すポイントがちょっと違ってたですとか、そもそも呼び出してもあまりっていうところを検知して、プルリクエストになりました。で、そもそも自分は別にレールズのメンターでも何でもないんで、いきなりその外から外野からコップ作ったとか言ってなりても、ちょっとなんかあんまり良くはないと個人的には思ってて、そのあたりちょっと会社で行ってるパッチ会の方で、カミポさんですとか松田さんですとか、そういったコップとか入ったらなんか価値ありますみたいなところを聞いた上で、パッチを送ったりとかしてました。で、このパッチ会は、普通に広く、参加できるイベントですので、よろしければご参加くださいっていうところまでが、ステーブルのところでビヨンドですね、この後。で、これからロボコップの展望ですとか、その辺のところを話すんですが、まず最初に 2.0 における破壊的変更が今後入るところをあらかじめ話しておきたいと思います。ロボコップ 1.0 での一応カスタムコップのなんていうんですかね、オフィシャルな親クラスというところがベースというものになってて、で、それ以前だとコップというものを使ってました。で、そのあたりの置き換えというところがあるのですが、ロボコップオルグのところですと、サードパーティー製のは多分大体全部置き換えたはずで、コアのところにちょっと2つほど確かコップが残っていて、そのあたりとかも解決したら、ダウンデプレケートワーニングとか出そうかなというふうにちょっと考えております。で、実際的にはこういうコードです。で、ドキュメント化もされているので、こちらの方、親クラス変えて、実際中のところとかの、API とかの変更とかもあるのですが、基本的にはその難しい変更ではないと思いますので、そちらの方、対応の方していくと良いと思いますというところと、あと、Tips として、なんていうんですかね、オンセンドっていう、このメソッド呼び出しの時に呼ばれるコールバックメソッドあるのですが、これはすべてのメソッド呼び出しでデフォルトだと動くんですが、最近入ったそのリストリクトオンセンドっていう定数に、実際にこの検知したいメソッドだけ指定すると、すべてのメソッドでコールバックされるのではなく、ここに指定されたメソッドだけコールバックされてパフォーマンスが向上するというところあるので、そちらの方、カスタムコップ実装の時は、一つ、使っておくと便利かなと思っております。というところと、あとはリリースした後にそのコップですとかオプション名ですとかってもっといい名前っていうところがどうしてもやっぱり出たりとかいうところはあるのですが、V1 ですとそのあたり破壊的変更になって変更できないので、そのあたりは多分 V2 のところで変更が入っていきそうというところです。またサードパーティー向けに用意されている API とかいうところも、多分2.0に向けて多分順次、警告を V1 のどっかのタイミングで出して V2 で変更あるいは削除みたいなことを行っていくことになると思います。で、その一つの例としては、例えば、ロボコップレイルズ
っていうところが、もともと Rails 部署が、コアにあったんですけど、ジェムに切り出した時のところ、いくつぶちょっと API がちょっとコアに残ってしまっているものがあって、そこの切り出しってところがもしかすると影響あるかもしれないのでご注意ください。その他は、最初の方からちょっとお伝えして、新しいコップ入った時、ペンディングから始まるけれどもっていうところですけど、20のメジャーバージョンにアップしたときは、ペンディングのものをすべて有効になりますというところで、10から、今リリースされている19最新のところまでですと、だいたい40ぐらいの新しいコップっていうところがあります。で、多分いきなりその40のコップ全部どうするみたいなところを見るっていうのも大変だと思うので、多分こまめにアップグレードしつつ、必要かどうかみたいなところっていうところを1個当てていくというのは考え方としてあるかなと思っております。で、その 2.0 じゃあいつリリースというと、正直ちょっとわからないというところです。で、ただ、ボジュラルが以前、ルボコップ 1.0 よりは、もっと短いスパンで出せるのではないかみたいなところあると話してたんですけども、多分その新しい機能、目玉みたいなものがどういうものができるみたいなところも一つあると思うので、こうご期待というところです。というところで、ちょっと未来のルボコップ、これが2.0 より前か後かってところはあると思うんですが、そのあたりについての話を最後に取り上げたいと思います。で、ユーザーからのフィードバックとして、僕たびたび聞いてるのが、デフォルトルールがちょっと厳しすぎて、カスタムそれをするのもちょっと大変というところですね。で、僕もちょっとこれがいいっていう絶対的な答えあるわけではないんですけど、そこに対するちょっとアイデアっていうのは出せるかなと思って持ってきました。一つとしては、ディセアブルデフォルトっていうところで、デフォルトで全てのコップ無効にして、で、例えば、プルリクエストでレビューコメントついたようなものとかっていうところから、適用していくとかいうことは1個やれるかなですとか、あとはプリセットっていう、サードパーティーコップなどあるので、そのあたり活用する、あるいはそれらを組み合わせるみたいなところっていうのから1個方法としてあります。理想としてはそれぞれカスタムコンフィギュレーションに向かっていると思うんですが、デフォルトが厳しすぎるというところで、他のスタート地点というところは考えられるかなというところで、今回プリセットと Disabled by Default True というところをちょっと持ってきます。で、Disabled by Default True ですけれども、実例としては例えば Rails リポジトリはこの方法を取っていたりしてます。実際に、遭遇して、毎回レビューコメントとかで、修正とかっていうところの大変なのは、そこの自動化というところで、1個使ったりとかいうところですね。で、実際に遭遇した問題に対して、コップを有効していく手法です。このあたり、最近、裏番組で話されている、ジェレミー・エヴァンスさんが出版された、ポリッシュド・ルビー・プログラミングのところでも書かれてますので、こちらの本、とてもいい本だと思いますので、そのあたりも含めて、ぜひ読んでみると面白いんじゃないかなと思います。というところと、あとはサードパーティーのプリセットを乗っかるというところですね。で、ルボコップ自体は構成を、なんていうんですかね、継承することできるので、そのサードパーティーコップというところをさらに継承して自分に向けにっていうところがやれます。例えば僕が、仕事とかでやってるのが、Rails のルボコップ YAML、Rails アプリケーションなので、Rails そのもののルールのところを、切り出した Robocop Rails Config っていうところ、ジェムがあるんですが、その上で、アプリケーション独自の設定をするみたいなところ、プリセットプラス、独自カスタマイズみたいな手法を使ってます。また、スタンダードって JS のスタンダードっていうところ、インスパイアされたジェムがあるのですが、そちらの方を使って、もう、なんていうんですかね、もういちいちルール考えるのも大変みたいなところであれば、そちらのジェムを乗っかるっていうところも一つ手かなと思ってます。その他もいろんなカスタムジェムっていうところが、公式ページでも紹介されてますし、いろんな企業さんからもそのジェムとか出てるので、検討してみてもいいんじゃないかなとは思ってます。というところで、プリセットというところのものが、サードパーティーであるですけれども、一応それを、オフィシャルでも用意しようかみたいなところが、かつて去年ぐらいにボジダルが、ブルガリアの確かコミュニティかどこかで発表したところで、私初めて知ったんですけども、そういった考えがあります。で、これが、一緒のところでも少しそれの、話が上がった時がありまして、こっちのコメントですね、ロボコップでプリセットで、いろいろ用意してるみたいなところなんですけれども、考え方としてはすごい面白いなと思ったんですけど、やっぱり難しいところが Ruby っていうのはすごい表現力高くて、多分人それぞれRuby 決めて気持ちいいポイントっていうところが違うところもあるのかなって、多様性は善なのでいいんですけれども、ただそこでやっぱり意思統一の仕方っていうところは難しいなってところで、例えば Ruby 3.0 のリリースパーティーっていうのが去年あって、その後の
こう、コミッターラジオみたいなところで、Ruby コミッターでもやっぱり好みが違うっていうところで、その後のところの、なんていうんですかね、プリセットの決め方というか、固定の仕方みたいなところっていうところは、難しくて、まだなんかそのあたりが解決が出てない、続くっていう形ですね。というところと、あとはその Ruby 4.0 のコンセプトのスマーターファスターっていうところで、もう少しなんかこう、ルボコップの方でやっていけるところがあるのではっていうところが、一個はポテさんの方でやった POC のところで、ルボコップの方で型情報、RBS ですね、スティープとかを中の実装で今のところ検討してるらしいんですけど、そちらの方を使って、もう少しこう、誤検知とかその辺とか減らすっていうところ、もうちょっと賢い静的解析をできるようにっていうところはあるんじゃないかなっていうところですね。あとはパフォーマンス面ですね。以前、花チンさんがブートスナップをこう取り込むみたいなプルリクエスト出してくれたこととかあったんですけれども、ちょっとそこら辺ちょっとクローズとかされてしまったみたいなんですけど、そのあたり、なんていうんですかね、もう一回訪問する価値はあるんじゃないかとか、あとはちょっと出てるところが、ロボコップデーモンっていうところがちょっと、なんていうんですかね、サードパーティーのツールであって、ロボコップの起動が遅いので、あらかじめデーモン化しておいて、そこを早くするみたいなところですね。で、そのあたりをちょっと統合するみたいな動きとかもちょっと話とか少し出ていて、ちょっと手は全く今多分動いてないんですけど、そのあたりできる多分 LSP とかソーラーグラフとか、なんかそういったところを使ってるようなところであると、なんかその、開発のエディターでのサクサク感とかそういったところが得られていくのかなというところで、そこら辺の、なんていうんですかね、よりこう賢い、こう静的解析でもっと素早い開発フィードバックみたいなところを得れるみたいなところは、一つスマーターファスターにもしかすると近づいていけるのではっていうところがちょっと考えたりとかしてるところです。で、今年のユーロコでも、松本さんがキーノートで話されたときに、ロボコップのところで、まだまだ改善できるところっていうところはあるっていうところの話とかされて、確かになんかそういったところの視点とかも、なんか入れつつ、まだやっていけることはあるんだろうなというふうに思っているところですね。で、いろいろとそのあたりの開発のところを、なんかよくしていける道具立てみたいなところは揃ってきているので、あとはそのあたりをどう有機的に結びつけていくと、より良い開発環境みたいなものは作っていけるんだろうかっていうところは今後やっていきたいなと思っているところです。で、ここでは静的解析とかそのエディター周りとかとの連携とかいうところを挙げてますが、この後の話のある笹田さんのデバッグですとかそのあたりとかも EOD の方につながっていくのじゃないかなと思って、今回の Ruby 会議、この後の話もすごい楽しみにしております。ところで、Ruby の静的解析ツールのところは、まだまだいろいろ改善していけるところとかあると思ってますし、これからもやっていきたいと思ってますので、ぜひ、なんか交互期待という形で、お楽しみくださいというところで、私の話は以上となります。ご清聴ありがとうございました。